はい、こんにちは。今回は、今現行で出てるベイトキャスティングロッド、ショアジギのロッドですね。で、私がね、好きで使ってる MC ワークスのレイジングブル 104XF2 とランナーエクシードの 107BH、この2本が、大体ね性能的には似通ってるんですよ。マックスドラグ8キロ9キロぐらいで、キャストウェイトも40から140、50から130って大体よく似通ったところで、長さは 10.4 フィートと 10.7 フィートで、微妙に長さ違いますけど、現代ある新品購入可能な、比較的その、扱いやすいねルアーウェイト、一般的なルアーウェイトが扱える、ベイトロッドとしてはこの2本かなと思いますので、この2本で、何が違うのかというのをねチェックしてみようかなと思います。レイジングブル単体で一応ねチェックしてるのがあるんですけど、こいつのね違い比較をしてみようかなと。リップルフィッシャーのランナーエクシードでね、外観的なところの特徴として、そうですね、大きくまず操作性で違うところっていうのが一つ、グリップエンドが長さが違うんですね。これぐらい今トリガーをね両方合わせてるんですけど、指2本1本半か2本、親指だったら1本分ぐらいですけど、それぐらいの、リップルの竿の方がちょっと長いんですよ、グリップが。これ結構ね、このちょっとした差が、キャスティングにおいて、違いをもたらします。はい。逆に言うと短いレイジングブルの方が取り回しが少しいいですね。はい。その違いがまず1点と、大きく違うところはね、あとトリガーからのこのフォアグリップ、前のグリップの長さの位置っていうのは、このグリップのこのトリガーを合わせると一緒なんで、この辺の感じはそんなに変わんない。トリガーを合わせた状態でティップの長さはこれぐらいしか違わないんで、竿の全長は確かに、リップルの方が 10.7 フィートで長いんですけど、グリップちょい長くてティップもほんのちょい長いなので、そんなに長さの違いもないです。ガイドがランナーエクシードはいわゆるオーシャンガイド、縦にストーンと立ってるガイドですね。で、レイジングブルの XF2 はこういう傾斜ガイド、軽ガイドタイプの傾斜ガイドがついてます。この違いがあります。このオーシャンガイドタイプの分は全部オールステンレスのガイドが入ってます。でそれに対してレイジングブルのこの傾斜タイプのガイド、こっちは全部フルチタンガイドが入ってます。なので、ガイドの重量が結構違うチタンと、ステンなんで、ガイドの重さが違うので、その辺の操作感の違いっていうのが結構出てきます。ガイド点数自体は一緒、11個かな確か。ティップガイドを含めて11個、ガイド点数は同じなんだけど、だいぶレイジングブルの方が手前にガイドが来てますね。1個目のねバットガイドの位置が結構違います。20センチぐらい違うのかな、それぐらい違います。あと、次の方式が違うので、その辺が、ロッドアクションに大きく違います。レイジングブルは逆波継ぎティップ側が太くてバット側を差し込む感じのロッドの、設計継ぎになってます。でそれに対してランナーエクシードの方はいわゆるインロー継ぎってやつです。ティップセクションとバットセクションの、ブランクスの太さは、一緒っていうかな、そのままスムーズに同じ太さのものが続いていくっていうようなタイプになります。その辺が結構そのロッドのアクションというかね、曲げ感に大きく変化をもたらします。はい。その辺がパッと見た感じのね違いです。ロッド重量は、ちょっとねレイジングブルの方が軽かったと思います。重量実測に関してはねまたテロップで載せておきます。はい、実際投げていきましょう。ちょっとねこっち向きで投げるんですけど、逆光なんでちょい見にくいかもしれませんが、そこはご了承ください。使うリールはブルーヘブンの 75XH に PE65 リーダーフロロの30号100ポンド 10m 入れてます。リップル投げましょうね。グリップの太さも確か微妙に
リップルの方がグリップ太かったんだったかな。で私が曲げチェックしている動画見ていただきましたかね。あの動画の比較的負荷の少ない状態っていうのかな。5キロで曲げたり7キロで曲げたり、9キロで曲げたりしてると思うんですけど、その負荷の小さい状態でこう曲げてるのとかが結構そのロットのアクションがね分かりやすいんじゃないかなと思うので、その辺も参考にしていただくといいかなと思いまして、マックスドラッグ付近だけじゃなくて少しね、負荷の小さいところの曲げも見せてます。はい、それが結構ねこういうリップルとレイジングブルーシリーズとこのランナーエクシード系で結構曲がりの違いがあるので、その辺もね参考になるんじゃないかなと思ってます。そしたらね実際に、まずはリップルフィッシャーの方から投げていってみたいと思います。でこのロット50から 130g 対応になってますんで、一番軽いところは 50g にしたいと思います。これガラムの4号で、フック込みで、ここにお中に書いてるのがフック込み重量なんですけど、52g ってなってるんで、50g です。はい、50g のルアーからまずはチェックしてみましょう。やっぱ持ち比べるとかなりやっぱりねグリップが太く感じるな。ちょっと待ってね。ちょっと私が今使ってる水冷ベストをつけとんすけどね、バッテリーパックが超邪魔なんでお腹に当たって非常に不快なのでこの場所を変えます。これをこっちにしてんじゃん。邪魔になるんじゃんね。こっちの方がいいや。はい、じゃあちょっともう一回仕切り直しで 50g のポッパーからやってみましょう。投げやすいね。これで大体放出の距離でしか言いませんけど、これで大体ね70m。ルアーとしてはちょっとやっぱね軽い、投げるのにちょっとルアーの重量が軽いけど、でも全然飛距離的にはね実用範囲の中ですし、全く問題はないと思います。で先に言っちゃいますけど、このロットはねキャストっていうことに関して言うとものすごくいい。今度さっきの 50g ぐらいやったんですけど、次 70g ぐらいのポッパーにしてみたいと思います。はい、これも 70m が普通に飛びますね。ブレーキ一緒に設定してあるんで距離はそんなに変わらないですけどね。レイジングブルの XF2 と比べると少しこちらの方が竿全体が柔らかいです。なので、どちらかといえば重量級のルアーよりも軽量級のルアーの方が操作は、適していると思います。もう一頭緩めたらちょっとブレーキきついかな。いけたね。全然さっきよりちょっと飛んだかなぐらいで、70g ぐらいのポッパーだと引き抵抗感とかで言うと結構ちょうどいい感じかなと思う。さっきの 50g も全然いい感じだったけど 70g ぐらいの方が心地よく使えるかなっていう感じがするね。はい、今度がガラムの7号で約 90g あります。いや気持ちよく飛ぶね。
これで80メートルラインに届きましたね。で、飛ばしやすいのはめっちゃ飛ばしやすいんですけど、ここで一つランナーエクシードはこの後比べるレイジングブルの 104XF2 と比較するとちょっと柔らかいんですよ、竿自体が。で今ガラムの75ってそんなにカップの大きくないスリムタイプのポッパーになります。ですがこのサイズ感で今なんで、これが本体重量 75g のポッパーですけど、これぐらいがいいとこかなって感じがしちゃう。竿が結構柔らかいのでポッピングポコンポコンってしていくのに全然できるんですよ。できるんですけど、ここぐらいまでの方が快適なんじゃないかなって感じてしまうかな。それぐらいのロッドの柔らかさ感。じゃあそれよりももうちょい重いポッパー、少し違うんですが、同じカーペンターシリーズのポッパーで、これは歌姫ってやつなんですけど、これが210ミリ、結構大きくなりますね。200ミリオーバーの、ポッパーで重量がフック込みで 114g、115g ぐらいかなになります。さっきのが 90g 台だったんですけど、フック込みで 100g オーバーになってくるとどうでしょうかと。ただスリムタイプのポッパーなんで大丈夫かなとは思うんですけどね。スリムタイプなんでポッピングもさせれるけど、やっぱロッドの振りの可動幅が広がってくるというか、竿柔らかいんでちょっとこの辺りから少し大変になるかな。全然できるけどちょい大変。ちょっと船が来てるんでこっち向きに投げます。キャストはすごくしやすいけど、ちょっとルアーの操作はまっすぐにしてポーンって引いてあげるとかいうこういうのをしてあげれば大丈夫だけど、普通にダイビングペンシルやるみたいに横方向にするのはポッピング全然できてるよ。できてるけどちょっとする方としてはしんどくなってくるかなっていう感じですね。200ミリ超えてくるとそういう印象がちょっと出てきますね。今度220ミリのポッパー 143g あるんですけど、これちょっと投げてみます。一応オーバースペック、ロッド的にはオーバースペックのロッドじゃないわルアーですけど、キャストはできると思うんでちょっと投げてみますね。全然投げれるよ、余裕で。ポッピングも全然できるのはできる。竿はかなりベリーまで曲がっちゃってる感じなんで移動幅も大きくて大変ではあるけど別にルアーは動かせてるんで使えないなってことはない。結構やっぱりねしんどい。たまに使うのはいいけど常用で使うような感じじゃないですね。はい、そしたらね今度ペンシル、ブルーフィッシュの60、本体 60g のペンシルでフック込みで 70g ぐらいあります。はい、めちゃくちゃ飛ばしやすくて非常に投げやすいですね。でルアーの操作感もいいかと思います。
ロッドが素直に曲がってくれるんで、ね、かつ結構ねそこそこ柔らかめなので、これぐらいの 60g ぐらいのペンシルも結構使いやすいです。これ本体 75g、 フック込みで 90g ぐらいのペンシルです。非常に投げやすい。めちゃくちゃ投げやすいな。ペンシルの操作もすごくやりやすいですね。ちょうどドンピシャな感じがするね。これは使いやすいわ。一投でわかる使いやすさ。めちゃんこ使いやすいです。これは、ウッドペンシルなんで19センチなんですけど、フックとか込みで 90g ぐらいのペンシルは投げやすさ、使いやすさともに最高ですね。なんでさっきポッパーが 90g ぐらいがこの辺ぐらいまでかなって思うのに対して、ペンシルはねもうちょっと重いものまでね全然いけそうですよ。ちょっとさっき 100g を飛ばしちゃったんで、ちょっとペンシルは 100g をちょうど持ってきてるんで、これでねちょうど20センチ 200mm の本体 90g、 フック込みで 100g ぐらいの 100g ちょいぐらいかのペンシルになります。いいね。めっちゃ投げやすい。で操作も素晴らしいね。非常に使いやすいです。このロッド全体の柔らかさというかね、しなやかさがほんとちょうどいい。この辺この 90g、100g ぐらいのペンシルっていうのはもうめちゃくちゃ使いやすいですね。投げる時も結構ベリーがギュッと入ってくれるんですよ、後ろでこのタイミングでね。なので、かなりねルアーのリリースポイントとかも危ない、これパチッとなった。リリースポイントとかも分かりやすくてめっちゃ投げやすい。もうほんとね高いロッドなんであんまりあれですけど、ベイトキャスティング、この LD でのベイトキャスティングを始めようかなっていう方に最初の1本としては、めっちゃ高いですけど、このランナーエクシードは超おすすめ。めっちゃ投げやすいんで。そしたら今度はもうちょいじゃあ、ペンシルの重さを重くしてみましょう。これが GT ガンマの105、本体が 105g ってことですね。なんでフックとかいろいろ込みで 125g あります。結構ね重たくなってきましたね。シルエットも大きくなってきました。こういうちょっと大きめ重め、このロッドで背負える上限近いかなっていうところやね。これぐらいだとキャストに関しては全く問題ない。非常に投げやすいと思います。操作に関してもだいたい今ねざっくり 80m ぐらいでしたけど、その先のところからルアー引いてくるのもそんなに別にしんどくもないし、投げやすさも問題ないです。でこれぐらいでちょっとねマックス付近のウエイトですけど、ペンシルに関しては非常にね引き抵抗感的にもちょうどいい感じなので、ガンマの120、フック込みで 140g オーバーぐらいになりますね。さっきポッパーだとこの領域は非常に厳しかったです。使えなくはないけどって感じだったですね。ペンシルはどうでしょうか。ちょっと一段緩めて、キャストに関しては問題はないです。はっきり言って普通に使えると思います。でペンシルに関しては正直ちょっとさは柔らかいかなとは思うけど、これぐらいやったら全然問題なく使えると思います。キャスティングも操作も別に問題なく使えると思うので、少々ね
オーバースペックのルアーだったとしても問題なく使えるんじゃないかなと思います。シンキングのジャークベイト系、まずはフック込み 60g ぐらいの、新ペンと思ってください。こういうのをこうね、シャクって誘い上げてくるみたいなね、そういう操作をチェックしてみましょう。リライズとかもね、そうですよね。キャストは非常にしやすいですね、この辺は。横方向に引いてくるのは全然問題ない。こうちょん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 っていうのも結構いける。結構こうやって見ると、でもロッドは柔らかいよね。軽く沈めて、ちょっとこう流れがあるんで多分ね、そこまで沈めると大変なんですけど、でちょっとしゃくり上げてみます。これぐらいやったら全然いけるのはいけそう。 70g ぐらいのやつですね。はい。これアスカモ状なんですけど、フック込みで 85g ぐらいあります。飛距離は非常に出しやすい。ちょっといけるけど、でも全然いけるか。大丈夫そうやね。いい感じです。80g ぐらいのジャークベイトも使いやすいですね。この辺はやっぱり素直に曲がるロッドなんで、その辺の懐は深い気がしますね。はい、次は 100g ぐらいにちょっとルアーウェイト増やしましょう。はい、本体 90g、フック込み 105g。気持ちよく飛ぶな。さすがに気持ちいいね。投げやすいし、ルアーの重量が増えても投げやすさ、キャスト感に大きな変化がないっていうのかな。どのルアー投げてもすごくこう同じように投げられる。飛距離は当然違いますけどフィーリング的にね、同じようなフィーリングで投げられるのがすごい、このランナーエクシードの 107BH のいいところかなと思います。で 100g のジャークベイトをそこからこうねしゃくり上げてくるのはいけるかな。ちょっとやっぱりね竿はね柔らかいかなとは感じますけどちょっとする分には全然大丈夫。これずっとするのはちょっと竿が柔らかいかなとは感じるけど全然大丈夫は大丈夫ですね。これでフック込みで今 90g あります。本体は 70g ぐらいの、ミノですね。いい感じ。非常に投げやすい。こうやって横引きするとちょっとやっぱりロッドは結構曲がるかな。でもこう下に構えてまっすぐリトリーブしてくる分にはそんなにロッドが柔らかすぎてどうこうっていう感じでもないので、ちょうど使い心地のいい感じですね。はい、ちょっと GoPro だけで撮影します。あれ三脚の方のカメラがもう熱でね20分ぐらいしかもう無理っぽいんで、
ちょっとしばらく休憩してもらってる間にもう一丁のミノも投げて、別に三脚の映像は大してどっちでもいいんよな。あってもなくてもいいもんね。はい、ちょっと冷やしとりましょう。この間にボアの SS195、これでフック込みで 110g はいかんかなぐらい、です。いい感じ。非常に投げやすいな。やっぱね、どのルアー投げてもすごい投げやすいんですよ。これがね、このロッドの最大の良さかな。もちろん結構幅広いルアーに対応はしてると思うんですけど、ちょっとこれはジャーキングのミノなんで、このクラスをジャーキングでガンガン動かしていくには竿はちょっと柔らかいかなとは思うけど、問題なくいけると思います。プラグ系はね、もう一通り見ましたので、あとジグの操作をちょっとチェックしておこうかなと思います。これどれぐらいに編集しようちょっと悩むところやな。はい、ちょっとジグを一部抜粋で持ってきたので、50g からだから50g といきたいところやけどな、ちょうど 50g なんて持ってきてないんで、よいしょ。はい、ちょっと大変。そしたらちょっとメタルジグ投げてみましょう。まだ 40g です。ブレーキマックスにしとこうか、とりあえず。40g ね、無理ちょっと投げれるけど、ちょっとこれは軽すぎるね。これはリールとの相性的に厳しいって感じかな。さすがに30度級になってくると暑いな。はい、そしたらね、ちょっとメタルジグの操作感も一応見ておきましょう。さっきちょっと 40g 投げてみたけど、ちょっとこれはきつそうなんで、激闘ジグの 65g からいってみたいと思います。ほい。はい。よく飛ぶよね、そりゃ当然。60g 台だったらやれるかな。これぐらいの重さだったらやれるんはやれそう。マックの 90g です。はい。ちょっとね、シルエットも大きくなって重量も増えてきましたね。プラグ操作だと全然ちょうどいい領域のウェイトですけどね。さあジグはどうか。キャストはバッチリいく。やっぱりね、柔らかいできるけど別に、けど穂先もちょっと柔らかすぎて、正直ジグのキレのあるジャークとかそういうのはちょっと厳しいかな。これでもできなくはないけど、しかもちょっとやっぱりね、ロッド自体がこう振り上げるには重いというか、下方向にしゃくってる分にはそんなに思わなかったけど、上方向にやろうと思うとティップの柔らかさと案外ベリーが曲がってくれないんで、これぐらいの負荷だと視点が遠くになるっていうのかな。なんでジグしゃくるの結構しんどいですね。はい、もうこれちょっとこれ以上重いのはねやらないです。もう正直これでギリギリかなって感じなので、ちょっともうちょい重いのも一応ね試してみましょ
一応そのスペックの範囲内で 120g にしてみます。さっきの 90g がねちょっときつかったんでこれちょっと大変じゃないかなと思うけど、ちょっとこう持ってるだけでもやっぱだいぶティップが柔らかいもんね。キャストはほら全然いいんですよ。ちょっとやっぱこれはきついです。やっぱりさっきの 90g がもういっぱいいっぱい、もう 2,3 回しゃくったら分かった。これはきつい。これは正直多分ねジグしっかり動かせないんで、キャスト自体はね全く問題なくもうめちゃくちゃ投げやすく投げれるんですけど、ジグ操作は 120g とかはもう無理。ようやって 90g ぐらいまでかなと思いますね。はい、そんな感じです。なんで、特徴としては他にもねいろんなロット私触ってきましたけど、よいしょその話はまた別でしょうか。今日ね比べたっていうか、今日投げたのは、ランナーエクシードの 107BH ですけど、このいわゆるこの超ヘビーロットじゃなくて普通にね、60g ぐらいから 130g ぐらいまで使えるようなロットたちの中で、このね 107BH ランナーエクシードの107の BH の、特徴を一言で言うと、軽いルアーから重いルアーまで同じフィーリングで投げるキャストができるロットなんで、この辺りのロット群の中で最も投げやすい、キャストがやりやすいロットっていう印象が私の中ではあります。これがねもう全てかなと思います。もうめちゃくちゃ投げやすい。なんせそのこのインロー継ぎのロットっていうのがこのランナーエクシードシリーズだけなんですよね。シリーズだけっていうかレイジングブルーとランナーエクシードしか比べてないですけど、レイジングブルーは全部逆波継ぎのロットなんですけど、そのロットたちよりも、やっぱりねベリー部分への、しなやかさというのかながやっぱり1段階良くて、振りかぶった後ろでねロットを曲げた時の、曲げやすさっていうのがね最もあります。で、結構その比較的ロットとしても柔らかめなんで、軽量なところから、重たいルアーまで結構投げやすい。結構っていうかかなり投げやすい。で、最初にちょっとお話ししたと思いますが、この XF2 もうかなりね使いやすいロットなんですけど、どうしてもこのグリップのこの違いとここの部分のちょっとした太さというのかなもあると思うんですけど、ちょっと太いロット、太くて長いこのグリップっていうのが力を込めやすくて非常に投げやすい、もうこれがねもう本当に一番特筆すべきところかなと思います。で、その中で、比較的重量級のルアーよりも軽量級のルアーの方が、操作はしやすいですねという感じですね。結構ロット自体がそのベリーのところがギュッと曲がってくれるので、やっぱりその反面やっぱりちょっとこう張りがねあまりないというか、そういう印象がありますので、他のロットたちと比べるとね。なのでどうしてもロットの張りがシャキンとしてないとやりにくいジグのアクションとか、あとはちょっと重めのシンキングのペンシルとかをしゃくり上げてくるとか、あと、ちょっと大きめのポッパー、重量級のポッパー、数字的に言うと 190mm ぐらいまでじゃないと 200mm とか 210mm クラスの、ポッパーで、もしくは大口径ポッパーとかになってくると結構ベリーが曲がっちゃうので、その辺が操作の邪魔をするというところがあるので、ルアー操作に関してはだいたい 190mm クラス、ペンシルであれば
だいたい 120g とかまでいけますが、120、130g までいけますけど、ポッパーだと、100g 未満ぐらいのポッパーの方が扱いやすいかなというようなロッドになるかと思います。でジグのアクションに関しては 60g とか、よくて 90g ぐらいまで 100g クラスのジグに関しては正直これでしゃくるのはあまりないかなと思いますっていう感じのロッドになります。で、ちょっとこの一つ前の動画で、投げチェックしてみたんですけど、このレイジングブルの 104XF2 のウェイトモデル、こちらはですね、こっちと比べると投げに関してはやっぱりこのグリップのちょい短いところっていうのが、特に重量級ルアーのキャストにおいてやっぱね、こうテコの原理でね、やっぱりどうしても左手がこうね支えになって投げるんで、ちょっと短いだけでもやっぱね投げにくさがね若干あります。若干ね、はい、テーパーセッティングが結構先調子の竿なんで、ベリー部分がしっかりと張りがあります。なんでちょっと慣れが必要で、投げにくい竿じゃないんですけど、ちょっとそのベリー部分をしっかり曲げてあげるだけのスイングのパワー感とかスピード感っていうのを、少し身につけておかないとルアーが飛ばしにくかったりとかっていうのはあると思います。はい、なんですけど、そんなに別に硬い竿じゃないんで、そこは慣れで大丈夫だとは思いますけど、こっちに比べるとそのキャストっていう点において言うとほんの少し、慣れは必要かなっていうのがこのレイジングブルの 104XF2 かなと。ただ、その分というか、最もいいのはルアーアクションです。ルアーアクションにおいて、ジグは除くなんですけど、ダイビングペンシル、ポッパー、あとシンキング系のルアーもそうなんですけど、同じ先調子の同じっていうか先調子の竿なんですけど、こっちもねそんなレギュラーテーパーっていうよりはちょっと先調子気味の竿ではあるんですけど、ベリーが結構入る竿なんですよ。こっちは先調子の竿でベリーがあんま入らないんですよね。なんで、ルアーアクションが軽量ルアーから重量ルアーまでほぼ同じようなフィーリングで操作できます。 50g、40から140ってなってますけど、だいたい 50g ぐらいからが投げやすいんですけど、50g ぐらいから 140g ぐらいのペンシルでもポッパーでもやってる感覚としてはほとんど操作感変わらず、ルアーアクションができます。それがこいつの一番すげえところです。はい、なんで、キャストに関しては多少の慣れは必要ですけど、ルアーアクションにおいてこいつの右に出るものはいないかなっていう風に感じます。しかも、同じようなスペックの竿ですけど、圧倒的にレイジングブルの 104XF2 でルアーアクションした方が軽やかで楽です。もう全然違います。これは、このチタンガイドが多分かなり影響してると思います。やっぱりね先端のこのブランクスセクションのロッドの振り抜きの軽さが影響して、こうルアーアクションしている時の、軽やかさ、軽さですね。もう正直、ルアー操作感っていうのが圧倒的にこっちの方が軽いので楽です。楽でいて軽いのから重いのまで同じような操作感で使えるっていうところがこのレイジングブルのXF2 の最大のメリットというかいいところかなと感じています。で、ロッドのね曲げチェックの動画見ていただければ分かりますが、結構ねこの竿を曲げた時にもベリーがシャキーンとしてるんで、結構ね視点が先にあります。なんでジグのアクションに関しては先の先端のティップ側に、視点が来るので結構ねやるのしんどいんですよ。なんで正直この107の BH よりは操作はしやすいです。ジグの操作はしやすいですが、視点が遠くにあるのは変わらないんで、両方とも遠くにあるんですよ、ジグ操作する時に。なんで、しんどさはあります。なのでジグ操作に関してはこのロッドはあまり向かないかなと思います。軽量なジグぐらいだったら全然大丈夫なんですけど、重量なジグとかになってくると全然ねこうパーンパーンとしゃくれるんですけど、遠すぎて
すごくしんどいです。なのであまりジグには向かないかなと思います。1本でねこなそうと思えば全然やれないレベルではないのでこれでも大丈夫ですけど、そこはそんなに、メインにジグを使っていくような竿ではないかなっていうところですかね。はい。簡単ではありますけどね、この2本、キャストに重点を置くんであればランナーエクシード、ルアー操作に重点を置くんであればレイジングブルーっていう感じですね。で、ファイトに関しては前回の動画を見てご自身で判断してください。曲がりの加減を見ていただくとなんとなくわかるんじゃないかなと思います。結構こいつ視点がね先にあるように感じなんですけど、でも実際ね曲げた感じ的にはレイジングブルーの方が楽でした。ランナーエクシードの方が曲げるのがちょっときつい、大変なぐらい。こっちの方が多分ね曲げた時のなんて言ったらいいんだろうな、こう粘り感っていうのはあるのかなという感じがあるね、ランナーエクシードの方が。で曲げた時の体への負担っていうのはねそんなに気にしなくても大丈夫かな。ここら辺はそんなにパワー的に、マックスドラグ8キロとか9キロクラスなんで、そこまで、そこは気にしなくても大丈夫だと思います。はい、ロッドのね曲げた時の魚を浮かすパワーとか、その辺っていうのははっきり言って、このクラスのロッドたちっていうのはもう申し分ないんで、しかもさっきから言ってる、いいところ悪いところっていうのはあくまでも、かなりね高次元なレベルでの話になってくるので、全然使えないとかそういう意味ではないですからね。はい、どちらかといえばとか、こういうねロッド群の中で、お話をすればこういうところが優れてるよっていうところなので、かなり高次元で、まとめ上げられてるロッドたちではありますのでね、はい、どちらを選んでいただいても、全然ね後悔はないかなと思います。どっちがおすすめって言われると難しいところですけど、キャストしやすいのはねもうランナーエクシードなんで、初めの1本は高いんですよ。こっち高いんですけど、こっちの方がおすすめといえばおすすめですかね。私もこのヘビーロッド群の中で初めて買ったのはこのランナーエクシードの 107BH なんで、このロッドでかなりね練習しました。はい、非常にいいロッドかと思いますけど、ちょっと重いポッパーとか、ポッパー系もちょっとバンバン使っていきたいなとか、重いのも軽いのも、ね、気持ちよく操作したいなとか、なんかそういうの方を重視するんであればね、レイジングウールもめっちゃいいので XF2 ね B65 リーダーフロロ100ポンド10メートルのラインで、投げましたけどどっちも別にねガイド抜けとかその辺は問題ないので、別に傾斜ガイドだからどうこうとか、そんなのも特にないし、その辺はねしっかり作られてるロッドなんで、あまり気にしなくても大丈夫だと思います。はい、なんかすごくこうよく言う言い回しになりますけど、レイジングブルーの方が、シャキッとして軽くて振り抜きがいいんで、使ってて疲れにくいのはこっちです。でランナーエクシードの方がムチっとしてるんで、体への負担は比較的その投げたりする時にね負担は少ないし、ルアー操作に関してはシャキッと感がないんで、ちょっとこうねムチっと感があるので、ルアーへの入力は優しいんで、操作はしやすいというところはあるんですけど、若干 XF2 に比べたら、振り抜き感がちょっとこうもっさりしてるんで、同じルアーを同じように1日使えば、レイジングブルーの方が楽っていうか、終わった時の疲労感は少ないんじゃないかなという感じですね。けどキャストするのがねこっちの方が楽なんで、気を使うのがどういうところでっていうのにもよるんで、その辺次第にはなってくると思います。はい、で今日はもうこんな感じでもうおしまいと。であとはね、もうちょいヘビーなところをちょっと比べたいなとも思ってます。この辺レイジングブルーの104の WX とランナーエクシードのファイナルスタンドアップの 101BXH をちょっとね比べてどんな感じかなっていうのもちょっとやりたいかななんては思ってますけど、
あとはまあ過去モデルの分とか、ジグ操作がね、なんでこの辺、実際私も使ってみてジグがねやっぱいまいちだったんですよ。でジグ用のロッドがね欲しいなっていうので、いろいろねこう探してみて、私の中でこれめっちゃいいじゃんっていうのが見つけれたので、それもねまた後々にはねご紹介できればと思っています。はい、では今回はこんな感じでご視聴ありがとうございました。さようなら。